お店はオープンして今どれぐらい経ちましたか？丸3年で今4年目になります。どうですか、はい、一番初めの年と比べて。やっぱり YouTube に出させてもらったおかげでお客様がすごい増えて、今は結構いろんなところ、県外からいらしてくれる方がすごく増えました。本当に近所の方がメインでした。はい、YouTube を見てここに来るのに浅草にせっかくだから観光して帰りに寄りましたみたいな方がすごく増えて、はい、あとオンラインを始めたのがすごい大きい変化だと思います。YouTube に出てやっぱりすごい問い合わせが増えて、発送してほしいとか、オンライン何ですかっていうお問い合わせがすごく増えたので、オープン当初は本当にもう地元密着型っていうか、もう近所の方に来ていただければいいなと思ってたので、もうそこまで県外の方に向けてっていうのは全く考えてなかった。はい。お店始めてから、なんか気持ちの変化とかそういうのってあったりしましたか？ケーキ屋なんだけどアクリルのバターサンドを広げていきたいなって、はい、最初なかったんですよ。本当に最初の最初は、はい、お土産にできるものを作りたいなと思ってたのがきっかけで、はい、作り始めて、遠くの方も買えれるようなものをどんどん多く作っていきたいなって思ってます。はい、やっぱりそういう方に食べていただきたいなと思う気持ちがすごい強くなって、そうするとオンラインだったり長時間持ち歩けるようなものだったりっていう方にちょっと力を入れていきたいなっていうのが変わった気持ちの変化かなと思います。予約と店頭に並べる分のスポンジを焼きます。
お店始めた頃と比べてお休み取れるようになったとかそういうのはありますか？確かお店始めた頃って定休日が週に1回だったんですけど、定休日は週に2回に増えたんですね。でもあんまり自分の休みは変わらないかも。相変わらず週1ぐらいっていう感じで、定休日の日は、まあ、オンラインを始めたので、ちょっと発送作業したりとか仕込みとかして、睡眠時間は休みの日はすごいいっぱい寝るんですけど、平日の睡眠時間はちょっと短くなってるかもしれないよくないですよね。でもオンラインは完全受注制だから、注文を受けた分だけ作るっていう形なので、そこはすごいやりやすいところですけど。で、休みの日は、まあ、ネットフリ見たりあとはなんだろう、なんか外になんかご飯食べ行ったりとかが多いです。はい。こんな早くから買いに来られる方いらっしゃるんですね。そうなんです。一応オープン11時なんですけど、焼き菓子とかバターサンドだったら、はい、朝早い方がやっぱり誰かにあげるためにとか、あと昨日まで泊まっててこれから帰るみたいな、はい、人がいて。
お店に出してるもので、はい、自分のお気に入りのやつって何かありますか？チャーソーブ以外だとクッキー缶ですね。すっごい作るの大変なんですけど、クッキー缶はすごい思い入れがあります。ケーキだとサバランが一番好きで。お酒は飲むのお好きなんですか？あ、そうですね。結構好きです。それで、はい、サバランもちょっとお酒強めに。どんどん量が多くなって結構じゃあ本当大人向けな。あ、そうなんですよ。ケーキなんですね。だから子供には絶対食べさせられないやつです。それもあってなんかこうちょっと作って。効率よく作業するために自分で意識して変えてったこととか、そういうのとかってありました？とにかく片付けながらやる。今もあんまり治ってないのかもしれないけど、YouTube で見てちょっと自分でびっくりしちゃってほら一人でやってるから、人のスペースの確保をしなきゃとか気使う必要ないじゃないですか。全部自分で好きなように使えるから、結構広げちゃう癖があるんですよね。広げるだけ広げるみたいな。でそれがもうしっかり出ちゃってたからで映像になったの初めてだったんで、その自分が作業してるところを映像で見るのが、ちょっと広げすぎだなそうだったんですね。まあ一応気をつけてはいるんですけど、でもなかなかほら注意してくれる人もいないから、はい。
ブランメレンゲでやってます。あ、みかんもう一つあります。YouTube 見たって言って来てくれる人が本当に多くて、言ってもらえたっていうのはすごい大きな変化ですね。あと、なんだろう、結構コメントもそうですけど、反応とか感想いただけるので、そうするとなんか自分のモチベーションにすごいつながる。DM くれたりとか、反応あると嬉しいですよね。そうですね。今は営業しながら作りながらみたいなことができるんですけど、品切れが早くなってしまって、来たけど全然なかったみたいなことが当初はよく起こってたから、それはすごい申し訳なかったなと思って。
今って午後とか夕方分も午後に作ったりするんですか？平日に関しては1回朝準備して、12時ぐらいに出揃うんですけど、それで終わり、で土日祝日は様子見ながらまた作り足したりとか。はい、いらっしゃいませ。メレンゲです。はい。オンライン始まってからが、全く今までやったことないことが加わったから、すごい大変だったんですけど、やっと最近ペースが、オンラインも月2回がちょうどいいなってなんとなく自分の中で。月2回この人この日に受け付けますよみたいな感じで。そうです。もう常にオープンしてるんだと大変だから。月2回こうまとめて、でもう発送日も決めてるんですよ、こっちで。常にオープンだとなんだろう、希少価値なくなっちゃうじゃないですか。だから、月に2、3回ぐらいかなと思ってて、自分なりには一番いいペースかなと思って。前はなんか星金の絞りの口金とか、生クリーム絞ってたようなギザギザのやつで絞ってたりしてたんですけど、この丸口金がなんか一番合うような気がして、あと厚みもすごい薄くしてみたり、もっと厚くしてみたりとかいろいろしてたんですけど、この絞り方がなんか一番ふわふわになるような。このいちごは
どこのもの使われてるんですか？山梨のぼっちさんという農家のいちごを使っております。新しいクリーム団子で白玉を炙っていきます。していきます。これは9丁目限定のいちごモンブランのいちごなんですけど、朝はとりあえず 4,5 食分用意して新鮮ないちごを使いたいので、その都度準備していく感じになります。このクレープにどのくらいいちご入ってるんですか？一つのクレープにカットしないこちらのいちごが丸々3個使用しております。生クリームを作っていきます。グラニュー糖です。生と違うものを混ぜてより濃厚な生クリームに仕上げてます。時間が経つとどうしても緩くなってしまったりとか味が落ちてしまうので、こまめに作るようにしております。自家製の生クリームが当店の特徴になっておりまして、生クリームが苦手な方でも食べやすい甘さになっております。全国で展開するベーカリーカフェポンタエスプレッソの新業態として新たに手掛けたクレープカフェになっております。ここ谷町9丁目が大阪で第1号店になっておりまして、大阪の9丁目を代表させていただき、分かりやすくキャッチーな屋号として取り入れたのがクレープとエスプレッソと9丁目になっております。しっかり焼いてパリパリ食感にしております。北海道産のバターをたっぷり塗ってお砂糖もたっぷり入れた定番のバターシュガーになっております。初めの一口の食感を楽しんでいただきたくて、一口目にお砂糖がたくさんくるようにしております。緊張。お店のこだわりは何ですか？バズクリエイターウルフと約1年半かけて共同開発した独自のパリパリ食感の生地が最大のこだわりになっております。こちらのバターシュガーが特にパリパリの生地でお召し上がりいただけますね。次はどっかでタイミングでできたらと思います。お姉さんのおすすめは何ですか？レモンシュガーです。シュガーと同じ北海道産のバターをたっぷり使用しております。こちらがレモンピールが入ったレモンのお砂糖になっております。レモンの果汁を絞って完成になります。甘さが控えめになっておりますね。レモンピールを混ぜ込んだお砂糖とレモンの果汁を絞ったさっぱりした食べやすいクレープになっております。レモン出ます。レモンシュガーです。お手洗いお気をつけてお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。
甘さ控えめののがいいお客様はカスタードクリームと生クリームを選ぶ方が多いですね。特に男性にすごく人気になっております。カスタードクリームと生クリームです。ありがとうございます。クレープと同じぐらいエスプレッソもこだわっております。エスプレッソ使った3品がおすすめになっております。注文が入るたんびに豆をひいて新鮮なコーヒーを使っております。お姉さんが一番おすすめのクレープは何ですか？好きなのはウインナーチーズ一本丸々1本丸々ですキロはか40センチすごい使ってます。次にチーズの方に行きます。マヨネーズです。ケチャップです。バターシュガーよりも一番パリパリした食感になります。ウインナーを炙っていきます。はい。すごくボリューミーで食べ応えもあって美味しいです。今後お店はどのようにしていきたいですか？当店が2025年の6月にオープンして以来、地域の方々をはじめ遠方から多くのお客様にご来店いただいております。日々感謝の気持ちを忘れずに感動と喜びをお届けできる商品作りと接客を心がけ、皆様に長く愛され続けられるようなお店作りを目指していきたいと思います。少々お待ちください。いちごチコメルトです。
いちごのペーストと生クリームを合わせるんですけど、そのまま合わせてしまうとこうボソボソとした食感になるので、しっかりこしてあげて滑らかにしたものを混ぜ合わせてます。クレープとエスプレッソとのオリジナルのスタンプになってます。うちのクレープ紙は切れ目が入っててすごい食べやすくなってます。生クリーム絞ります。こちらがザラメですね。一口目にもあんこを食べていただきたいので上に絞ってます。あんことザラメと生クリームで、上にはお団子で食感をお楽しみいただけるクレープになっております。私はいちごチョコメルとか3種類のナッツをキャラメリゼして食感も楽しめるキャラメルナッティーメルトがすごく好きです。自家製の生クリームをたっぷり使用していきます。すごい。これはシナモンクッキーになります。いちごとシナモンのクッキーを入れていきます。ありがとうございます。
を済ました状態なんで、ここから火を入れて焙煎していきます。ピッキングっていうのは収穫された木豆の中に使えない豆が入ってるんですね。割れてたりとか虫食いの豆があったりとか、そういうのをこう弾く作業をピッキングっていう。焙煎途中の経過をつけておこうかなというのは焙煎の記録ですね。この中に豆ジャーっと投入するんですけど、ここに入れる本当は装置あるんですけど、なんか間違って投げちゃって。捨てちゃったんですか？そうなんですよ。だからちょっとこれ入れるところは同じビーカー使って少量ずつ入れる。なんか資源ゴミとして多分投げちゃってボサッとして。投げるって方言ですよね。北海道の投げる、捨てるって意味ですよね。あ、そうです、捨てる、捨てる。あ、そっか、そうですね。230度まで上げて、そこから180度まで落としたら豆を投入して、そこから焙煎開始ですね。子供の頃から母親と一緒に喫茶店連れてってもらってたので、それがなんかベースにあるのかなっていうのは思います。それまでは喫茶店の雰囲気とかっていうのが割と好きだったんですけど、入るまでは全然コーヒーとか普段飲まない人だったんですよ。まあ入ってから徐々にですね、全然違うんだなぁ。懐がでっかいんですよね。どうやって熱を入れるかとか、熱の入れ方とか、どこまで熱を入れるかとかによってこう風味とか味とかは全然違ってくるんで、コーヒーに対するアプローチの仕方はそれによってこう、何万通りもあるんで、どういうふうに考えてどれを選ぶかっていうのはその焼き手次第ですね。コーヒーの摘出もいろんなやり方あるんで、器具もいろいろありますし、それとか味が変わるんで、それがまあ面白さであったり、コーヒーの深いところかなっていうふうに思います。香りと音と、豆の見た目で、入り止めを決めます。だんだんこれ色が変わってきた。もうちょっとで1ハゼっていうところに入る手前です。パチパチ、これパチ1ハゼのピークぐらい。この辺から徐々にコーヒーらしい香りとか色になって、今1ハゼが終わったぐらい。1ハゼの後に2ハゼ起こるんですけど、今回のこの豆はメキシコのデカフェを焼いてて、2ハゼ起こった直後ぐらいに止めたいなと思って、2ハゼの音が聞こえたで止めた感じです。なるほど、内技でした。なんかよく本当はこう自動の冷却装置でジャーってやりたいですよね。焙煎したての豆って実際にカップに摘出すると、このメキシコの場合だと少し酸が立つんで、3日とか寝かした方が一番味が落ち着くんですよね。3日後が一番飲み頃です。1週間ぐらいの方がいいなと思うので、もうちょっと間空けた方がいいなと思ってます。これは何回か焼いて3日目ぐらいからこう味が開いてくるなと思ってます。
香りとか風味の立ち方、いらっしゃいませ。どうぞお好きな席に。甘みなし。甘みなし。ネイルはペーパーに比べて空気の抜きが早くて落ちるのがすごい早いんで、蒸らしの時間をちゃんとやってあげないとコーヒーの美味しいところは摘出されない。今蒸らしから徐々にこう摘出に移っていく段階ですね。今これ多分ポタポタきたんで、蒸らしから摘出に変わるときだんだん香りが強くなってくるんですよね。その瞬間が一番好きですね。
やりますね。ピザトーストね。
じゃあぶってあげた方がいい。ありがとうね。毎回そういうの書くんですか？なるべく頑張って書いてます。嬉しいから。長く十何年とか通われてくれてるお客様が結構常連さんで支えてもらってるって基本的にはこれやったらダメだよっていうか、まあ、禁止事項みたいなの設けてないんで、でこうゆっくりくつろいでたりとか思い思いの時間を過ごしていただければなと。